皆さんこんにちは、ゆかです。今日は両国にやってきました。お相撲さんのこういった石像が置かれていますが、ここ両国駅のすぐ目の前には相撲の聖地として有名な国技館があります。駅前はね、こう相撲関連のポスターとかオブジェとか、建物とかお土産屋さんとかでそういったものがたくさんあります。ではちょっと地図を確認してみましょう。今いるのがこちらの JR の両国駅です。さっき紹介した国技館はこのすぐ目の前にあります。相撲博物館という施設もあります。そして現在は休業中ですが、江戸東京博物館という非常に大きいね、江戸時代について学べる、体験できる、そういった施設もこの近くにあります。それからあともう一つ面白いところとしては刀剣博物館ですね。最近ね、刀剣アニメなどの影響ですごく人気があって、こちらも訪れる人がすごく多い場所です。こちらはね、墨田区というエリアになります。今日はここからこの北斎通りという通りを通ってずっと錦糸町の方面の方に歩いていこうと思っています。それでは行ってみましょう。でもこの右側は江戸のれんという食事ができる場所みたいですね。ちょっと入ってみましょうか。ここに土俵がありますね。すごいね。多分これ本当に国技館にある土俵と同じ作り方で完成させたものですね。なんかテレビで見るよりも大きく感じますね。あとはやはり両国らしくちゃんこ鍋のお店もありますね。このちゃんこ霧島というお店、駅の外にもね、もう1店舗あって、そちらの方は行ったことがあります。ちゃんこ屋さんとか、あとはお蕎麦屋さん、やっぱり東京といえば蕎麦ですよね。ここは味噌ラーメンのお店ですね。今ね、ちょっと中途半端な時間なのでお客さんいないですけど、多分お昼時とかにすごく忙しいんじゃないかなと思います。趣のあるいい空間ですね。ここのお店では恵方巻きの予約販売をしてますね。恵方巻きというのは2月2日の節分の時に食べるこういった特別な、料理ですね。お寿司の一種です。今年の恵方、縁起のいい方向は西南西なので、西南西の方を向いてお寿司を食べます。じゃあちょっと両国観光案内所があるので、そこで少し地図をもらいましょうか。すいません。ちょっと葛飾北斎関連のところをちょっと歩きたいと思ってるんですけど、それだとこの墨田北斎美術館とかこの辺になるんですかね。そうですね。だって生まれたのがこの辺って言われてますので、ですよね。建物なんかも建ってますんでね。はい。その辺をまずお勧めしますけどね。それ以外だとどっかありますか。あとはこの南側の方になると、はい、この恵光院とか、あと日本の方だと忠臣蔵っていうのの舞台になった吉良亭とか、この辺皆さん吉良亭がここか。回られ、あと勝海舟が生まれたところがこちら、あと相撲部屋がこうありますので、なるほど。芥川龍之介文学費が一応、ここは両公園内にちょっと説明の、
QR コード壁みたいなところに書いてあるんで、ちょっとご覧になれるんですけども。あ、そうなんですね。わかりました。ここなんか集まってますね。偶然かもしれそうですね、ないですけど。まあ、ここずっと横に行っていただければ、ね、そうですね。ここが明暦の大火っつってすごい大火事があった時の場江戸の所、あれですねその無縁仏を祀ってたり、あとボタンがありますので、ネズミ小僧次郎吉所のお墓があったり、もともと勧進相撲っていう今の相撲の原点がここでやってたんですよ。あ、ここだったんですね。でこの後蔵前に行ってこちらに来るっていう、だからそういうのをご興味があればここも面白いですね。今建物建っちゃってますので、はい。その土俵とかはもちろんないんですけど、はいはいはいそういうのが一応考察がここに立ってますので、エコインの入り口に、説明がございますので、なるほど、わかりました。じゃあ、今駅はどこですか？駅はここです。あ、そっか、じゃあ、駅からちょっとこっちに。そうですね、南、そうですね。行くと面白いかもしれないですね。はい。わかりました。わかりました。ありがとうございました。こちらよろしいですか？大丈夫です。はい、この地図でありがとうございます。はい。じゃあちょっといろいろおすすめいただいたので、まずはこの駅の南側へ行ってみましょう。はい、今エコインの前に来ました。あとそこに看板が書いてあるんですが、旧国技館跡と書いてあります。ここに当時の様子の一部の写真がありますね。すごいにぎわっていった様子がよく伝わってきます。これは当時のお相撲さんたちですね。さっきねいろいろ教えてくださった方の話によると、今私が歩いているこの通り沿いに恵光院、芥川龍之介生育の地、それから芥川龍之介の文学碑、そして少し角を曲がると勝海舟生誕の地、そしてもう少しまっすぐ行くと墨田北斎美術館というね歴史好きの方にはとってもいいお散歩コースだと思います。ちょっと今日はここをのんびりと歩いてみましょう。現在はこのようなね舗装されたコンクリートの道路ですが、当時はどんな感じだったんでしょうね。あそこにモンゴル料理の店がありますね。お相撲さんはモンゴル出身の方もたくさんいらっしゃるので、もしかしてそういった方たちのためかな。モンゴル料理、モンゴル出身の元力士が伝える本場の伝統料理。あ、そうなんだ。わあ、美味しそう。また機会があればちょっと行ってみたいですね。モンゴル料理の店、本格的な。隣には大衆寿司居酒屋。ここもなんか良さそうな、こうなんかみんなでワイワイやるのに良さそうな感じのお店ですね。芥川龍之介生誕の地はどこなんでしょうね。多分ね、その前のバス停とこの後ろのねバス停の間ぐらいなんだけど、ここだね。芥川龍之介生育の地。これが当時のここの通りの様子ですね。当たり前だけど今と全然違う。今はこういう感じ。こ
んなとこにあったんですね。ねえどこかと思って。そう、私もなんかこう地図いただいて、どこだろうと思って見たら、ああこうね、バス停とバス停の間だったので、ああ、そうなんですか。そう。じゃあ1回でパッと見つけたんですね。あ、今はい歩いてきて、あ、結構ぐるぐる回られました。あ、ずっと来ましたね。そうか。だからさっきの方も私と同様探してたみたい。なんか本当に看板一つしかないので少し見つけにくいですよね。はい。今のが芥川龍之介生育の地でした。でそこの角を右に曲がると文学碑がありますね。さてさて、どこでしょう。ここは何？あ、食器屋さん？なんかすごい安いね。へえ。あ、これお茶碗も売ってますね。中にもまだたくさんありそう。あ、ありましたよ。あとここにある文学碑に書かれているのが「都市春」という彼の代表作の一つですね。でこの隣に小学校があるんですが、彼はここの小学校で学んだそうです。そういう縁もあってね、ここに文学碑が建てられているんだと思います。今ちょうどね、小学生たちが家に帰る時間みたいで、わーって一気に学校から出てきてめちゃくちゃ賑やかです。ちょっと映せないけど可愛い子どもたちがいっぱい走ってきてます。そしてここが勝海舟生誕の地かな。あ、これだね。勝海舟生誕の地。はい。幕末の重要人物です。はい。ここに彼の経歴が書いてありますが、なんか恵まれた環境ではなかったけれど、自分のねこう修行、鍛錬、努力によって、最終的にはこう幕末のね重要人物にまでなるというね。福沢諭吉、坂本龍馬、この辺りの人物の名前も皆さん聞いたことがあるんじゃないでしょうか。ちなみに福沢諭吉は、最近お札が変わったんですが、前の日本の1万円のねお札に書かれていた人物ですね。福沢諭吉、この写真はね若い頃の福沢諭吉ですね。この椅子は座ってもいいのかな。座って記念の写真が撮れるように置いてあるのかな。今地図を見ていて気がついたけど、小林一茶居住の地もあるね。なんかこの辺本当にこう各時代を代表する俳句とか政治とか文学とか、そういった方たちのゆかりの地がたくさんありますね。はい、前に橋が見えてきましたね。この橋のたもとかな、すぐ近くに小林一茶の居住の地があるみたいです。どこだろう。あ、ここにも書いてありますね。小林一茶、底のけ馬が通るとかね、なんか動物を主題にしたような俳句が多いですよね。学校でこうみんな一度は習ったことがあるような、そういった俳句です。
川を渡りました。立川という川らしいですね。そこに川の名前が書いてありますね。あ、ここに北斎関係の立看板があります。ちょっと見てみましょうか。はい、葛飾北斎、富国36景という有名な36枚セットの版画の一つ、本庄立川という作品の舞台になった場所ですね。こんな感じだったんだ、ここ。今はこのような。向き的にはまあでもそうだよね。ここにこう川が流れて、両側に家とかこう建設中の場所があるので、間が川、まだここですよね。どうなんだろう。川幅とかは当時と比べるとどうなんでしょうね。広くなったのか狭くなったのか。まあ建物もそうですけど、あと大きな違いはこの上にこう高架ができたことが、この景観の大きな変化の一つかな。北斎通りに来ました。こちらの一本道が北斎通りと名付けられた通りです。葛飾北斎の功績を記念してそのような名前が付けられたそうです。あそこの公園の奥にあるのが北斎美術館です。ここに北斎漫画の一部が描かれてますね。ユーモラスなこの動きを上手に描くための練習帳みたいなもの、北斎漫画、それの一部ですね。こういったもの。ちなみに北斎博物館ですね、以前入ったことがあるんですが、版画とか、あとは北斎漫画とか、いろいろな展示があります。その中で私が特にいいなと思ったのが北斎の肉筆画です。山の上にこう竜が登っていくような様子を描いている肉筆があるんですが、それがね、もう何とも言えず力強くて、でも凛としていて本当に素晴らしかったです。北斎は版画が多いですよね。なので、版画は結局こうプリントと同じなので、何度刷っても同じようにっていうのがね、版画なんですけれど、肉筆画はやっぱりね、こう唯一無二ですよね。もちろんこう描く時の筆の状態とか絵の具とかそういったもので本当に一点一点違うものなので、その肉筆画が見られるというのはとても貴重だと思います。あられのお店。左手の建物は何でしょう。なんだろう、お寺かな。あ、神社ですね。高砂部屋があったんだ。高砂部屋というのは相撲の部屋ですね。有名な部屋です。で、ここに相撲の神様を祀ったんですね。両国らしいですね。さて、それではこれから電車に乗って渋谷へ行きます。実は今日ね、渋谷で北斎関連の展示があって、それにちょっとご招待いただいているので、それを今から見に行きます。
はそろそろ帰ります。ではまた次の動画でお会いしましょう。